こんにちは。お元気ですか？今日は3月18日の水曜日ですね。ちょっと今日は全国的に雨模様みたいで、日光が出てない分ね、ちょっと肌寒く感じるなぁなんて思ってました。で、もう3月も後半になってきたわけですけれども、なんとなくさっきね、コーヒー飲みながら、もうそろそろ引っ越しシーズンかな。もうそろそろっていうかね、今がまさに引っ越しシーズンなのかななんて思ったりしました。新生活のね、4月から新しい学校とか、新しい会社に勤める方とかが引っ越してくるタイミングなんじゃないかななんて思ったりしましたね。実際にそういう学校やら会社やらが始まる数日前から1ヶ月前ぐらいに引っ越してくるパターンが多いんじゃないかなっていう、そういうイメージなんですけれども、そうするとね、まさに今くらいにその新しい土地に引っ越してくる人って多かったりするのかななんてぼんやり思ったりしました。私もね、5年ちょっと前ぐらいにね、引っ越してきましたので、その時のことを思い出したりとかしてたんですけどね。その時、あれ失敗したなとか、その引っ越しをした時のね、そういうのをちょっと話してみようかなと思うんですけれども、私もね、引っ越しが初めてなわけじゃもちろんなかったですけれども、引っ越して何かしらしまったみたいのって後々出てきたりとかすると思うんですけどね。私にとってのその前回の引っ越しのしまったは、まず一つ失敗したのは電気ですね。引っ越しする前の退去する時にね、もともと住んでたところの管理会社とかに連絡するじゃないですか。それで立ち会い日とかを決めて、現状回復をお願いしますとか、こうでこうしといてくださいねとか、事前にねちょっと説明があったりとかするので、私はね現状回復をしたつもりだったんですね。でそれで最後の日、立ち会いの日に管理会社の人が来たら、あれ電気が全部ないじゃないですかみたいな感じになって、電球ですね、私全部電球を取り外しちゃったんですよ。で、もうこれは使わないかなってやつはもう捨てちゃって、これは新しい新居で使えるなっていうやつは、そのまま引っ越し業者の荷物に入れて、新しいお部屋に運ぶ手はずにしちゃったんですね。それで、電球全部取り外してたんですよ。でもその管理会社さん曰く、最後のね立ち会いに来た時に、現状回復では電球を残しておかなければならないっていうことだったらしいんですね。私と思ってそうそう、私電球取るもんだと思ってたんですよ。で、なんで取るもんだとその時思ったかっていうと、引っ越し先、新しく引っ越してくる物件では電球が一個もついてなかったんですね。で、内見とかした時とかに、内見した後かな、この物件に決めますって言った時に、決めますとは言ってないか。決めますとは言ってないな。決めますって言った時は、もう東京に帰ってきて、どの物件にしようかって悩んだ挙句、この物件にしますって、電話とかでね、お知らせしたんで、そっか、その時か。多分、その新しい新居の、管理会社さんが電球とか用意してくださいみたいなこととかね、カーテンとか、そういうのを注意事項として言ってきたんですね。で、その時私が、あれ、電球って、あの、もともと前住んでた人が残してくんじゃないんですかみたいなことを言ったら、いえ、現状回復ですので、全部そういうのは、取っていきます。だから、物件に入った時には真っ暗です、みたいなこと言われたんで、それめっちゃ困るじゃんと思って、それで、なんだっけな、電球のサイズとかは多分、もともとその電話で教えてもらってたんだと思うんですね。で、そのカーテンのサイズとかもちょっとお手数ですけど、ちょっと窓のサイズとか教えてくれませんかって言って、その新しい新居の管理会社の方が窓のサイズとかも測ってくれたのをメールとかで送ってくれて、
あと電球も何々っていう方ですみたいなのを送ってくれて、それでこう新しいところにとりあえず使えるやつはもともと住んでたとこのやつを使い回そうと思ってたんですね。LED の電球とかで長持ちするやつとかは結構まだ全然使えるっていうのもあったので、そういうのを持ってたんですよ。ところがこの退去する時の立ち会いの時にその引っ越し元の管理会社さんがなんか電気ないじゃないですかみたいな、電球ないじゃないですかみたいなことになって、現状回復だから全部外しましたよみたいなこと言って、そしたら外すんじゃなくてダメですよみたいな感じになって、そうだったんですかみたいなことになったんですね。いやでももうなんだろそれ電球どうしたんですかって言われた時に、なんかさすがにね、次のところに持ってきましたってちょっと言いにくくって、現状回復だと思って全部もう処分しちゃいました、捨てちゃいましたっていうふうに言ったんですよね。で、そうそう、それでじゃあしょうがないですねみたいな話になったんですけども、もしその分のね、なんかあったその分ちょっと電球ちゃんと残してくださいみたいなことになった場合は、なんて言うんだろう、その時に私直接契約でこうアパートを借りてたわけじゃなくて、その時勤めている会社が家賃を8割負担してくれてたんですね。なんかそういう制度があって、だからなんて言うんだろう、その契約自体はその会社がしてくれてたんですよ。なんだろう、住んでるところとかは全然普通に自分で選ぶんですけど、お金を払うっていう部分だけ会社が負担してくれてて、契約とかもだからその会社と管理会社がやってくれてて、それで、その立ち会いにね、私と管理会社以外に会社の担当者の人も立ち会って3人でいたんですよ。だから何かありましたらその分こうお支払いしますのでみたいなことを会社の人が言ってくれて、なんかこういう時めちゃめちゃ会社ってありがたいなと思って、そうそう、だからなんかそれでみたいな感じになったんですけど、その時私初めてね、あれ現状回復っていうのはちょっとよくわかんないなっていうふうに思ったんですよ。多分ね、その前々回の引っ越しの時とかは当たり前に引っ越し先の物件に前住んでた人の電気とかついてたと思うんですよね。だから私そういうもんだと思ってはいたんだけれども、この今回の引っ越しの時、引っ越し先の管理会社が電球とかないですよって言ったんで、そういうもんだったっけ。言われてみれば現状回復っていうのは現状なわけだから、もともと住んでた人の電気とか残ってたらおかしいかもなーなんて思ったりとかして、そっか、私勘違いしてたんだと思って、現状回復って電気とかも全部取り外すもんなんだって思ってたのがやっぱ違った。結果としてその各々の物件の管理会社とか、もしくは物件によってなのかもしれないですけども、によってその取り決めが若干違うんだというのをその時学びました。だからそういうのは管理会社さんにその都度聞いて、前回がそうだったからこうっていうふうに思い込んじゃいけないんだなっていうのを学んだっていうことですね。だから私が退去した物件は次に入る人は最初から自分で電気とかを意識揃えておかないと引っ越した時真っ暗みたいな感じになっちゃうよっていう、そういうことですね。だから契約書とか、あとは管理会社さんとかにそういうところは一言一口に現状回復って言ってもどういう状態なのかっていうのを確認する必要がありますよっていうことですね。だから電球を残すのか取り外していくのかっていうのは本当その都度パターン的に違うので、だから場合によってはね、本当だったら私は元の物件に電球を残していかなければならなかったんですよね。で、さらに新しい物件で一式新しく電球を買い直さなければならなかったんですよね。それを私は元の電球を持ってっちゃったからちょっとお得になっちゃったわけですよね。
そうそう。でももともと住んでた物件とかもね、やっぱり使いやすい電球とか、LED とかに変えてたんで、やっぱりね、それ持ってきたかったっていうのがあったんでね。LED って長持ちするし、金額的にも結構高いですから、そうそうそう。だから、まあね、まあそういうのがあったっていう感じです。ただね、新しいお部屋に引っ越してきた直後、私がいつもいる部屋、いわゆるリビング的な部屋の、電気、蛍光灯、この丸い、こう、お部屋にする、電気、それはね、さすがに、なかったので、それは引っ越してきた当日寝る時とかは、そのお部屋は真っ暗でした。ただ、キッチンの方の電球とか持ってきたのですぐ変えたんで、そっちの部屋が明るかったので困るってことはなかったんですけども、近くの電気屋さんにね、リビングのこのメインの電球を買いに行くまで3日くらいかなはちょっとね、暗い中過ごしてましたね。スマホの明かりとかこうつけながら。まあね、スマホ暗くても別に YouTube とか全然見れるんで、あんま退屈したりとか困ったことがなかったんですけれども、すぐ近くの電気屋に行って、でちょっとね、うち天井が高かったんで、自分が持ってる脚立でも届かないくらいちょっと高かったんですよ。ちょっとロフトに通じてるような天井だったんで、普通の天井より高めなんですね。なので取り付けも業者さんに頼むっていうことで、買ってきたその日に電球取り付けできなくって、だから多分ね、3日間くらい、もうちょっとかな、1週間くらいかかったかな、業者さんが来るまで。とにかくね、業務用の長い脚立じゃないと届かないぐらい天井高かったんで、最初の頃はね、ちょっと暗く過ごしたりとかしてました。だからね、引っ越し前に電気とかの契約は、もちろんね、この入居した当日に電気とか通じてないと困っちゃうので、電気、水道、ガスとかね、そういうのはちゃんと手続きはね、事前にね、その業者さんに連絡してて OK だったんですけれども、電球問題で数日は少しだけ困っちゃうっていうことがあるなっていうのをね、思ったりしましたね。うん。あともう一つね、引っ越しの時失敗したなっていうのは、ガスコンロですね。私この料理的にやっぱりガスの火で料理したいんですね。だからガスコンロが使える物件を探したんですけれども、なのでその東京で使ってるガスコンロをそのまま持ってきて新しい物件で使おうと思ってて、思ってたんですよ。で引っ越してきてガスコンロをね、自分でガスが出るホースの部分とかね、いろいろこう設置しようとしたんですけど、なんかこう入らなくって、きつくって、全然入らないとか思って、このうんやってて、あれ入らないなと思って、ちょっと格闘をしたんですけれども、何分か。でそれをしてるうちにはっと気がついたんですよね。あれと思って、私こう今まで東京で暮らしてた時の都市ガスと、この今地方に引っ越してきた時の LP ガス、プロパンガスで違うんじゃないのって思って、でネットでググったらやっぱりこう違くて、しまったと思って、東京で使ってたガスコンロはもう使えないんだと思って、買い直さなければならなかったんだと思って、このガスコンロわざわざ持ってきたのにバカ見たと思って、すぐさまネットでガスコンロを Amazon とかで注文して、その翌日か翌々日くらいにね、ちゃんと LP ガス用のガスコンロを買い直したっていうね。で東京からわざわざ持ってきた都市ガス用のガスコンロはわざわざ粗大ごみとしてね、その自治体の規定に従って粗大ごみ用のシールとかをね、いくらだったっけ、500円だか何百円だかで買ってわざわざ粗大ごみとして出さなきゃならなかったっていうね、すごい無駄をしてしまったんですね。
だからね、引っ越すときはね、ガスコンロは LP ガスか都市ガスかによって、製品のもの自体が違っちゃうので、それを気をつけてくださいっていうことですね。うん、そうそう。意外とそれ忘れがちなんですよね。あの電化製品とかだったら別に日本全国どこでも同じの使えると思うんですよ。よく関東と関西で500ワットと600ワットとかいうのがありますけど、確かね昔だったら結構それねそれによって使えないっていうのはあったと思うんですけれども、もう最近はねその500ワットと600ワットを規格的に両方使えますっていう電化製品が普通っていうかね、逆に使えない方が珍しい。今多分そんなんほとんどないと思うんで、そういうのは全然心配しなくていいんですけども、ガスコンロの規格はね、違うので、それは気をつけなきゃだねっていう話ですね。だからネットとかで買う場合はちゃんとこの選択肢の中にちゃんと LP ガス用とかね都市ガス用っていうのが選択肢にあるので、ああこれ違うんだってすぐ気づけると思うんですけれども、場合によってはね初めて引っ越しする方とかはね地元の電気屋さんで一式揃えちゃってそれを一緒に送るなんてね、そういうのもあるかもしれないので、その場合はねもうわざわざその土地で売ってるやつって都市ガス対応ですとか LP ガス対応ですとか結構書いてあってもわざわざなんて言うんだろう、両方売ってることってないじゃないですか。この商品のこのネームなんていうのネームプレートみたいなところに都市ガスとか LP ガスとか書いてあるかもしれないですけども、なんかそこって別にさっと見てもスルーしちゃいそうじゃないですか。だから電気屋さんとかで買うときは自分が住むとこの規格になってるかどうかっていうのはねちゃんと確かめなきゃですよっていう感じですね。で本当良かったなって思うのは私がねホースとかそういうのがちょっとあれで取り付けができなかったっていうことが良かったなと思いますね。だってめっちゃ危ないですよ。もし取り付けができちゃったりとかしたら。そうそう。だからそれはね本当に気をつけなきゃいけないですよっていう話ですね。まあその規格もねちゃんと取り付けできないようにサイズもそういうところのサイズも変えてるのかなっていうふうに思いましたね。だって結構うっかりあるあるですよね。でやっぱりね私みたいに特にぼっちとかで生きてる人はこういうところがね気づきにくいっていうのはあると思うんですよね。この誰かしら周りにね家族がいたりとかいう人はこういう引っ越ししますっていう時にちょっとお手伝いしたりしてくれたりとか、もしくは直接お手伝いに来れなかったとしてもこうだから気をつけてねとか、引っ越しの日はいつなんだいとか、こういうのはちゃんとやったとか、そういう話をする機会があるじゃないですか。そうするとなんかガスコンロがなんとかでガスコンロは使えると思うからとか、もうガスコンロとかも結構荷物になるんだよねとか、そんな話をしてたらあんた何言ってんのみたいなね、そういう話で気づくと思うんですよね。だから特にぼっちで生きてる人はこういう意外とケアレスミスですけれども、ただ取り付けできちゃったら大ごとになっちゃう危ない話なので、ちょっと気をつけてほしいなっていうふうには思いましたね。そうそう。だから私のね、前回の引っ越しにおける失敗とか注意点は、とりあえずはこの2点だったかなっていうふうに思いました。うん。もう、今、物件とかを、内見したりとかして探してるっていう方は少ないと思うんですけども、この春からの人はね。うん。ただ、内見する時の、こどの部屋にしようかなっていう時のポイントとして、これは個人的見解なんですけども、もう私の性格的なもんなんですけども、勘と雰囲気を大事にするタイプなんですよ、私は。そうそう。あとはね、単純にちょっとこの大通りが結構近いからうるさいなとかね。そういうのはもちろんありますけれども、あとはなんとなく条件的に悪くないけど、なんとなくっていうのは、ちょっと
私的には自分のこう本能的な部分は大事にした方がいいかななんて思ったりとかしました。あとこういろんな物件を見るときに結構気になるのが、これって事故物件じゃないよねっていうのってちょっと怖いじゃないですか。気になるじゃないですか。で不動産屋さんとかも管理会社さんとかもその直前が事故物件だった場合とかはそれを言わなければならないっていう義務があるんですよね。ただその後に一回誰かが住んじゃって、でその後引っ越すとかだったらね、前々回が事故物件だったけど1回でも人が住めばそれをこう伝える義務っていうのはなくなるので、もちろんねここって事故物件じゃないですよねなんて聞かれたら嘘を言うわけにはいかないでしょうから言うと思いますけれども、基本的には直前じゃない限り事故物件かどうかっていうのは管理会社さんは言わないっていうのあるじゃないですか。で事故物件かどうかっていうのはちょっと私もね頭の片隅にちらっとありますけれども、自分が内見した時になんとなく気分的になんかっていうのがなければ、たとえね前々回とかね前々前回に事故物件だったとしてもそれは気にしないっていう風にしてるんですよ。だから今ね大島てるさんのサイトとかあるじゃないですか。事故物件がこう分かる、自分で確認できるサイトとか、もうそういうのはねあえて見ないようにしてますね。見ちゃったらねさすがにもうそこを住めないなって思うんで、なので見ないっていうことにしております、私的にはね。であとなんかこうYouTuber のヤースーさんっているんですけども、特盛ザウルスのヤースーさん、お笑い芸人でもあるんですけれども、いわゆるこうなんだろう、怪談というか怖い話とかをする YouTuber さんで、結構最近そういうの多いじゃないですか。芸人さんがその人コアとか、あとはお化けの怖いとかそういうのを話すっていう YouTube 最近すごくこう多いと思うんですけども、その中でもこのヤースーさんはもうねそのお化けが見えるっていうね人でヤースーさんのおばあちゃんは沖縄のユタをしてたっていうね、もうそういう血筋の方なんですよね。その人のYouTube とかも私好きで結構こうちょこちょこ見ちゃったりするんですけども、そのヤースーさんが言ってたこの物件を探す時のポイントとして、こう部屋の真ん中とかに立ってこう深呼吸とかをして、その時の気分がいいか悪いかみたいので決めるっていうのがいいですよみたいなことを言ってたと思うんですね。ごめんなさい、これヤースーさんじゃなかったらどうしようでもねそういうことをおっしゃってて、私もねそれを見た時にすごい納得って思ったんですよね。5年前に私が引っ越してきた時はまだそのヤースーさんの YouTube チャンネルとか見てなかったですけども、私もちょっと同じようなことをしてたんで、やっぱね感覚っていうのは大事かなっていうふうに思ったりとかしますね。なので、私もね今後お引っ越しすることがあると思うので、どうしてもねこう条件が全部揃っててすごくいい、お得、場所もいいとかなっちゃうと、ついねなんとなくでもなんかなとかいう感覚をねついねこの理屈で無視しようとしちゃうんですけれども、それはやっぱり自分の勘っていうのは大事にしたいなっていう、一番信頼できるセンサーかなっていうふうに思ったりとかしますね。そんなことを思いましたということで3月も後半になりましたが、引っ越しシーズンなのかななんて思ったので、私もね5年前に引っ越してきたことを思い出して、ちょっとしたね引っ越しの私の失敗談というかね注意点っていうのをシェアしてみました。ということで、それではまた。